はい、もう絡めたら出来上がりですね。大阪西区新町にあります、中華空心です。今日はですね、仁文字といってレモンの甘酢を絡めた鶏の唐揚げですね。すごく簡単にできますので、ぜひ一度作ってみてください。じゃあね、手羽先のね、下処理していきたいなと思います。手羽先のね、先の部分を落とすんですけども、この関節の内側を切っていきたいなと思います。この関節の内側ですね、ここ。こういう感じですね。関節のね、内側切ることによって揚げた時に綺麗に骨が出ますので、はい、こんな感じで切っていきます。でこのね、先っちょの方はね、捨ててしまうのはもったいないので、スープにね入れたらね、美味しいスープが取れますので、無駄なく使っていただけたらなと思います。この手羽先をですね、今日はね、冷蔵庫の中で一夜干しするんですけども、その前に下味ですね。でも簡単にお塩とお砂糖ですね。お塩、お砂糖であればで結構なんですけども、カスタードパウダーですね。少しだけカスタードパウダーはい、今日はねこれをねレモンの甘酢に絡めるんですけども、もう本当にこれ唐揚げで山椒塩で食べてもね本当に美味しい唐揚げなので、ぜひ一度ご家庭でも試していただきたいですね。はい、もう本当にシンプルにこれだけで OK です。もうあとはね、この皮目が上になるように並べていきます。こんな感じですね。でこれは一晩、冷蔵庫にラップをせずに、入れておきます。そうすることによってですね、この鶏の無駄な水分が抜けて、こう旨味がぐっと濃縮した感じになって、揚げた時もね、皮の水分が減っている分パリッと揚がりますので、ちょっとねこの一手間で、すごく美味しい唐揚げができますので、ぜひお試しください。はい、これがですね一晩、冷蔵庫に入れて乾かしたものですね。少しね見た感じもこう水分が減ってこう濃縮した感じですね。じゃあちょっとね揚げる前にねちょっとね骨がクッと下の方に上がった時にね食べやすくなりますので、こういう感じですね。はい、じゃあこんな感じですね。はい、じゃあね油が今160度ぐらいになってますので、鶏を揚げていきます。じゃあここからねちょっとずつね温度上げていきたいなと思います。はい、じゃあねこんがりとしてきましたので、一旦ここでね唐揚げを揚げておきます。はい、でこの状態でね唐揚げをね少しだけお肉をね少し休ませてあげますね。今はねこうカリッとしてるんですけども、この今休ましてる中からこの鶏の水分がこう中からこう出てきて、このせっかくパリパリしてるところに水分が
回ってこうしなっとなってしまいますので、まあね、牛肉のステーキとかでも一緒ですけども、ちょっとここでね、お肉を休ませてあげましょう。はい、ちょっとね、このお肉を休ませている間に油の温度はね、少しずつ上げていきます。じゃあ油の温度がですね、今180度よりちょっと高いかなっていうところぐらいまでね、持っていきます。はい、じゃあね、これを入れていきますね。はい。これがね、さっきまであったこう無駄な水分ですね。これをね、一気に飛ばしていきます。はい、こんな風にね、カリッと香ばしくなってきました。はい、じゃあ無駄な水分が飛んだところで揚げていきます。で、そこに、唐辛子鷹の爪ですね。はい。で、ここでね、香りをね、ゆっくりと出していきます。はい、じゃあね、こうやってニンニクの香りが出てきましたら、香菜の根っこの部分ですね。はい。はい、じゃあ根っこの部分が入りましたら、一旦火は止めてます。で、ここにレモンの甘酢ですね。で、ここにね、とろみをつけていきます。まあ、とろみなんですけども、皮目がね、しっかりパリッと揚がってますので、ちょっとしっかりめのが美味しいですね。こう鍋にこう、何も残らへんなぐらいの感じ。はい、じゃあここに先揚げた鶏ですね。はい、絡めていきます。はい、もう絡めたら出来上がりですね。はい、これで出来上がりですね。そうですね、この、はい、レモンの甘酸っぱさとそのカスタードパウダーの少しカスタードの香りとよく合うんじゃないでしょうか。そうですね、はい。